おばちゃん、今日から YouTube やるぞ。意気込みは？座った。薬膳とは、中医学の知恵をもとに季節や体調に合わせて食材を選ぶ食の養生法です。特別な漢方薬剤は必要ありません。身近な食材で飼い主も愛犬も毎日の食事から健康になれます。今日のテーマは立夏の牛もも肉のご飯です。はい、では今日のルカちゃんのご飯を作っていきます。今回のテーマは、立夏の、牛もも肉のご飯です。立夏っていうのは、立春、立夏、立秋、立冬の立夏です。立夏は、夏に、なる初めての、節気ですので、夏に向かって準備していくっていう意味で作っていきます。で、今日の食材をちょっと紹介しますと、メインがこの牛肉の、牛のもも肉です。で、野菜類は、小松菜とキャベツ、あとミニトマト、舞茸と、あと米とか穀物とか芋類で言うと白米と、でこちらがハトムギで、ちょっと 2,3 時間水につけて、水を吸わせている状態です。で、あと長芋と、であとメインじゃないんですが、アマニオイルと、クコの実が、7粒ほどで、これが今回の、材料です。漢方の考え方の中で、食べ物には小味というのがありまして、正確に味と書くんですけれども、寒いのか暑いのか、それとも、平といってそうでもない、どちらでもないのか、あと味も5つあって、甘いか酸っぱいか苦いか、辛いか、しょっぱいかの5つの味もあるんですが、今回の立夏の、テーマなので、立夏のポイントは、今まで春だったので肝という、機能が高ぶっている、イライラしたり神経質になってたり、怒りやすくなったり、ちょっと不眠だったり、そこら辺の症状があれば肝が、高まってるということなんで、肝をちょっと落ち着かせながら、夏に向かって、その日本ですと夏になるまで梅雨っていうものがありまして、そうすると暑さより前に湿気が溜まりやすいんですね。でなので湿気、水気を、よく取るような、食材を、選びます。で最後にやっぱり夏に向かっていきますので、気温も上がりますし、人間の体温もそうですし、ワンちゃんの体温もすごく上がりやすくなっていきますので、ちょっと清熱な、性質のものを使う。で、この清熱っていうのは食べ物の中で、良性だったり寒性のものを、使っていきます。今回で言うと、実はこのメインの牛もも肉、牛肉っていうのは、温性なんですね。ちょっと温める効果があるものです。なので、これメインに使ってるので、こっちだけに集中してしまうと、温性に偏ってしまうので、逆に夏などにはあんまり良くないんですね。なので、今回この、温性のバランスを取るために、ちょっと良性の食材、このミニトマトがまず良性で、あとは、小松菜も良性で、ハトムギも、良性です。で、さらにこのハトムギっていうのは、ちょっとこう丸っこい麦のようなものなんですけれども、漢方での名前は、翼異人って言って、多分聞いたことある方いると思うんですが、美肌効果が肌にすごくいい食材なんですね。で、それにプラス利水作用があるので、利水で言うと分かりにくいんですが、利尿作用とかそういうふうに考えていただければ大丈夫だと思います。なので湿気がこう溜まっていくと、このハトムギで湿気を取って、
で肌トラブルも予防するっていうようなイメージです。でさらに、梅雨に向かっていくと、胃腸に負担が、かかるので、皆さんもよく梅雨とかになると、どんよりしてて胃腸が、疲れやすいとかで、夏になっていくともう夏バテで食欲がない、なのでこうダブルパンチで胃腸がやられるので、この漢方で言うと脾っていうところを補ってあげないといけないので、ちょっと消化しやすいものを食べさせてあげるのがポイントなので、今回はこの、長芋が脾に帰経していて、胃腸の調子を整えてくれるものと、あとキャベツですね。なので、こんなポイントで今回のレシピを、構成してみました。では、実際作っていきましょう。まずはお米とハトムギを炊いていきます。ちょっと倍ぐらいの、水を入れて、普段炊いてるのと同じように炊いていきます。普段は人間のご飯作るついでに、一緒に炊いてしまうので、わざわざ単独で炊かないんですが、ちょっと人間のご飯、冷凍ご飯は今日ありますので、新たにルカちゃんのために炊いていきます。米を炊いてる間に野菜を切っていきますが、基本的には火通りにくいものから、切っていきます。今回はそんなに火が通りにくいものがないんですが、冬とか、ですと、大根だったりかぼちゃだったり人参だったりするとちょっと火通りにくいので、そういったものから切っていきます。ルカちゃんは3キロぐらいですので、ルカちゃんが、食べやすいようにちょっと、小型犬の、ワンちゃんが食べやすいように少し細かめに切っていきます。でこの長芋なんですが、素手でカットすると手が痒くなる方もいますので、気をつけながら切ってください。あとスレスレするので、ちょっと包丁で怪我しないように注意してください。で、レシピにはこれ 60g って計算したんですけれども、少し多いので今113スベスベするので気をつけてください。113なんで、60ぐらいはルカちゃんのために切り分けて、残りは人間の味噌汁に、後で入れていきます。残りの野菜も切っていきます。いい感じに炊けてます。今回のメインの、牛もも肉なんですが、スーパーで、カレー用のものを買っています。だいたい 200g ぐらいのものを買いました。で、なんで立夏夏になるのにこの温性の牛肉かと言いますと、これは実は立夏とあまり関係がなくって、ルカちゃんは健康診断をして、大きな問題はないんですが、少し鉄分不足というような結果が出てたので、鉄分不足であれば赤身肉とかが一番だなと思って、今回は牛もも肉に、しています。はい、牛肉カットできました。そんなにすごい小さく切っているわけではないんです。ちゃんと。で、焼くと少し小さくなります。他の野菜もかなり適当な感じですが、カットできました。ご飯も、炊き上がりました。普段はこのまま中にさらにスープとか、水を足して、野菜とか煮込んでいくんですが、ちょっと水吸いすぎっていうのもあるので、一旦お米だけ取り出して、他の野菜を、煮込んでいこうかなと思います。
お米を取り出しました。もう洗うのもめんどくさいのでこのままいきます。で今回だしと言いますかスープとして使うのは、この事前に作っておいた、謎の液体なんですけれども、これは、ハブ茶と、菊花の、お茶になります。ハブ茶の、漢方の名前はケツメイシ、決める明るい子って書くんですけれども、ケツメイシは肝に帰結して、最初にお話しした、春に肝が高ぶるので、このケツメイシと菊花はどちらも肝に帰結して、しかも苦味の商品になりますので、夏にもいいっていうことになります。もう主にハブ茶と、菊花は目にすごくいいんですね。肝が目につながってるので、怒ったりイライラしたりすると目赤くなったりしますよね。肝とつながってるからなんですけれども、でこれで少し、春の肝の高ぶりを、抑えようかなと思っております。ハブ茶は、こういう字を書きます。Amazon で買えますので、全然人間の飲み物なんで、人間が飲むついでにちょっと薄めたやつをワンちゃんにあげたりしてもいいですし、私みたいにご飯に入れてあげてもいいと思います。で、菊花に関してはこのように乾燥した、菊の花と書きまして菊花なんですけれども、でこれは少しこう大きめのやつで苦味が弱いやつなんですけれども、もっと小さくて黄色くて苦味の強いやつもあります。これも人間の、飲み物といいますか食べ物なんで、全然普段目疲れたなという時に菊花と、ハブ茶飲んでいただいて、でついでにワンちゃんにも、あげてみてください。ちょっと濃いめのお茶が気になる方はこういう感じでお湯とか水でちょびっと薄めて、でここからクコの実を、入れていきます。まず一回クコの実が、膨らむまでちょっと、火を、通して、いきます。でクコの実は、すごい中国では伝統的な食べ物ですごく身近な食べ物なんですけれども、これも Amazon とかで、買えますのでぜひ買ってみてください。クコの実を、茹でながら、フライパンを温めたいと思いますので、もう直にこのアマニオイルをもう測らずに適当に入れていきたいと思います。で私は鉄鍋を使っているんですけれども、鉄鍋じゃない鍋もありますが、ちょっとでも鉄分取ってほしいということで今回は鉄鍋で肉を焼いていきたいと思います。ちょっとフライパン小さかったかもしれません。ルカちゃんが匂いを嗅ぎつけて見学に来ました。何？疑ってんの？何座ってるの？何もないよ。好みもこういう感じでこう丸くなってきましたので一旦、取り出そうと思います。後でご飯に戻していきますが、で隣で、肉も焼いてみます。で肉の匂いにつられて、クンクンして探しています。何か落ちてないか。お肉は火が通ったので別のお皿に盛り付けて冷ましながら、一回、今の重さもう一度、測ります。後で1食分ずつ、分けるために、重さを測っておきました。で鍋に残ってるこのアクみたいなものなんですけど、これには鉄分が、含まれていますし、最初のアマニオイルもこの中に含まれてるんですが、人間の場合これはさすがに使わないんですけど、ルカちゃんはそんなこと気にしないので、この中に入れてしまおうと思います。
であとご飯一回戻します。でここからこのご飯がどんどん、水分を吸っていきますので、おかゆみたいな感じになっていくんじゃないかなと思います。はい、完成しました。好みも戻して上にちょんって乗っております。この後仕上げに、すりごまをちょびっと、各食分に入れていきますが、ごまは2種類ありまして、黒ごまと白ごま、私はどっちも常備しているんですが、これはトップバリューの、黒ごまで、これはどこだろう、どっかで買った、オーガニックの、白のすりごまです。で何が違うのかっていうと、黒は、腎に、腎臓の腎ですね、腎に、帰結していて、冬に取るといいです。で、白が体を潤す作用があるので、秋に取るといいです。乾燥とか防いでくれます。で今は、ルカちゃんが少し血虚っぽいので、血虚、血が足りないっていうことなんで、血が足りない人は赤いものと黒いものを食べなさいっていうのが薬膳の中にあるので、今日は黒にしたいと思います。黒ごまなんですけれども、どれぐらいかけるかと言いますと、これが1グラム1ミリリットル忘れたんですけど、のスプーン、ちっちゃいスプーンですけれども、もう、こんぐらいパラ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 、で匂いを嗅ぎつけて、そちらの方は、お座りして要求をしております。なんかちょっと震えてますね。食べたくて震えてるの。まだ時間じゃないよ。震えちゃってるの、ルカちゃん。まだ時間じゃない、残念。そして、実際揚げるときは、カルシウムはよく、栄養とか計算すると足りなくなるので、必ずこの卵殻カルシウムパウダーを、入れるようにしています。もうだいぶ減ってきているんですけれども、ルカちゃんはスーパー早食いなので、8歳になってもこのような皿を使わなければいけません。食べたい。食べたいの。食べたい。待てよ。待っててよ。待て。よし。綺麗に食べたね。もうないよ。何ゲップしてるの？もうありません。以上です。また明日。で、他のものもこういう感じで、保存容器に盛り付けて1食分ずつにしています。
冷蔵庫に入れたり冷凍したりして、その日に解凍して、食べさせてあげれば1回で結構これだけ作れますので、毎日、作る必要は、ないです。怒っています。なぜかもらえないから怒っていますね。美味しかった。美味しかったな。では今回の材料はこちらです。愛犬の体重に合わせて計算し直してくださいね。少しでも面白いと思ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。またね。